同時コインが危機的な状況にあります。ネットワーク活動は 95% 減少し、価格は 0.2 ドルを割り込みました。このままミームコインの王者は終わってしまうのでしょうか？それともこれが次の大きなチャンスとなるのでしょうか？おはようございます。桜井です。今回は同時コインの最新動向について、投資家が今何を考え、次にどう動くべきなのかを分析していきます。市場全体が不安定な中、特に同時コインは大きな影響を受けています。ネットワークの利用が激減し、投資家の心理は極度の恐怖状態にあります。しかし、そんな状況の中でも強気な投資家は存在しています。彼らは過去のパターンと同じで、今こそ絶好の買い場だと考えています。一方で同時コインの終焉を予測する声もあります。ネットワークが回復しない限り価格はさらに下落する可能性があると指摘されています。この動画では同時コインの現状、強気派と弱気派の意見、そして今後の可能性について詳しく解説していきます。最後には今この状況でどのように立ち回るべきなのか、投資戦略についてもお話ししますので、ぜひ最後までご視聴ください。皆さんは今後同時が上昇すると考えますか？それとももう終わりだと思いますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。では今日の内容に入っていきますけれども、同時コインは今大きな試練に直面しています。まずは現在の市場の状況を整理していきましょう。最近のデータによると、同時コインのネットワーク活動が大幅に減少しています。具体的にはアクティブアドレスの数が 95% も減少しているとのことです。これはどういうことなのかと言いますと、同時コインを使って取引を行う人が大幅に減り、実際に使われる機会が減少しているということです。ネットワークの活発さっていうのは暗号資産の価値を左右する重要な指標の一つなんです。なぜなら多くの人が使っていればそれだけ需要が高まり価格の下支えになるからです。しかし現在の同時コインは逆の状況になっています。次に価格の動きを見ていきましょう。同時コインは 0.2 ドルを下回り、投資家の間では警戒感が高まっています。市場全体が難聴な中、同時コインもその影響を受けています。さらに投資家の心理状態を示す指標では、現在の市場は極度の恐怖レベルにあると言われています。これは投資家が市場の先行きに対して悲観的になり、積極的に買いを入れにくくなっていることを示しています。同時コインの価格が下落し、ネットワークの活動が低迷している。この状況をどう見るか、これは人それぞれではありますが、ここで注目すべきなのは、市場にはまだ強気派の意見もあるということです。次のセクションでは、強気派と弱気派、それぞれの見解を詳しく見ていきます。では、ここからは、強気派と弱気派の意見、これを紹介していきますけれども、同時コインの市場は低迷していますが、それでも強気な投資家と逆に一層悲観的な投資家っていう両方が今存在しています。それぞれの意見を詳しく見ていきましょう。まずは強気派の意見です。彼らは今回の下落が一時的なものというふうに考えていて、過去の強気相場と同じパターンをたどっていると考えています。一部のトレーダーは同時コインが依然として強気サイクルの中にあり、過去の最高値である 0.73905 ドルを超える可能性があると指摘しています。特に歴史的に同時コインは大きな上昇の前に一度深く下落する傾向があるため、今の状況もその一環だと見ているものです。さらにイーロン・マスクさんの影響力にも注目が集まっています。彼がこれまで何度も同時コインに関する発言を行い、その度に価格が急上昇してきたことを考えると、今後も彼の発言一つで市場が動く可能性があるっていうのが強気派の主張です。では次に弱気派の意見を見ていきましょう。弱気派の意見も根強くあります。彼らの主張はシンプルで、ネットワーク活動が回復しない限り、価格の上昇は難しいというものです。同時コインのアクティブアドレス数が 95% も減少しているという事実は、単なる価格調整ではなく、根本的な需要の低下を示している可能性があります。
もしこの状況が続けば、同時コインの市場価値はさらに下がる可能性が高いと言われています。また、市場全体が不安定な中で、投資家はより安全な資産に資金を移す傾向があります。特にビットコインやイーサリアムのような主要な暗号資産に比べて、ミームコインである同時コインは投資リスクが高いため、今後さらに売り圧力が強まる可能性があると考えられています。このように強気派と弱気派の意見は大きく分かれています。では実際に今後どのような展開が考えられるのか、次のセクションでは同時コインの今後の可能性と投資家が取るべき戦略について解説をしていきます。はい。では、ここまで同時コインの現状と市場の意見を見てきました。では、今後の展開はどうなるのでしょうか？ここからは今後の可能性と投資戦略について考えていきます。まず、短期的な視点から見ていきましょう。現在、同時コインは重要な価格ラインを割り込み、市場の不安感が高まっています。この状況で重要なのは、今後サポートラインを維持できるかどうかです。もし現在の水準で買い支えが入り、再び 0.2 ドルを超えるような動きが出てくれば、短期的な反発が期待できるかもしれません。ただし、反対にサポートラインを割り込むような展開になれば、さらなる下落の可能性もあるため、慎重に見極める必要があります。では次に長期的な視点で見てみましょう。同時コインの将来はその実用性がどれだけ向上するかにかかっています。現在の問題はネットワークの利用が大幅に減少していることですが、もし今後新しい活用方法が増えたり、大手企業の採用が進めば、再び注目を集める可能性は十分にあります。特にイーロン・マスクさん率いる X の決済システムである X マネーとの関係が注目されています。過去にも同時コインは決済手段として採用される可能性があると話題になったことがあり、もし X マネーが同時コインと連携すれば大きな追い風になるかもしれません。では、今のこの状況で投資家はどう動くべきなのでしょうか？ここで大切なのは自分の投資スタイルに合わせて戦略を考えるということになります。短期的なトレードを狙う場合には重要なサポートラインや価格の動きを見ながら慎重にエントリーとエグジットのタイミングを考える必要があります。逆に長期的な視点で投資をする場合は今の下落を絶好の買い場と見ることもできます。ただし将来的には同時コインがどのように活用されるのか、技術的な進化や企業の動向をしっかりとチェックすることが重要になります。このように同時コインの未来には不透明な部分も多いんですけれども、同時に可能性も残されています。最後に今回の内容をまとめ、今後のポイントについてお話をします。はい。ではここまで同時コインの現状と今後の可能性についてお話をしてきました。簡単にまとめますと、現在同時コインはネットワーク活動が大幅に減少し、市場全体の影響もあって価格が下落しています。一方で強気派は過去のパターンと類似していることから、再び価格が上昇する可能性を指摘しています。今後のポイントとしては、短期的にはサポートラインを維持できるかどうか、長期的には実用性が高まるかどうか、これが鍵になります。特に X マネーとの連携や企業の採用が進めば、状況は大きく変わるかもしれません。では、皆さんに聞いてみたいと思います。皆さん、この話を聞いてどう思うんでしょうか？同時コインは今後上昇すると思いますか？それともさらに下落すると思いますか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。僕としては同時コインは将来明るいと思っていますので、今は単なる買い場が来たなと僕は考えていますけれども、皆さんはどうでしょうか？そして今日のこの動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは暗号資産市場の最新トレンドや投資戦略について海外のメディアで報じられている内容を紹介しています。海外ではどのような情報が出ているのだろうけど自分で調べるのは少し手間だなと思われている方に向けて暗号資産の最新情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。はい、最後にお知らせがあります。あなたは自分のお金についてこれから先どう考えますか？死ぬ時とは言いませんが、5年後、10年後に後悔しないためにどうお金を使ったらいいのか考えたことはありますか？もし確かにどのようにお金を使っていくのが正解なんだろう、そう思われた方はぜひこの幸せなお金の貯め方、稼ぎ方、使い方読まれてみてください。今はなんと無料でプレゼント中のようです。実は僕もこの本は読ませてもらい非常に考えさせられました。
ぜひ皆さんも読んでみてはどうでしょうか。無料でこの情報を知っておくっていうのは損はなく、むしろプラスしかないと思います。詳細は概要欄に記載していますので、気になる方は今すぐチェックをされてみてください。また、暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。